はいどうも皆さんこんにちは。とある料理屋料理長のピエールです。本日はですね、2024年、最後の投稿になります。でね、最後の投稿なので何にしようかなと思ったんですけれども、今回は当店でも人気の商品であるうなぎの仕込みをご紹介していきたいなと思っております。その前に簡単な紹介を。このチャンネルは1年を通じて旬の魚のさばき方や刺身、そしてその他の料理などをご紹介しております。最新情報のお見逃しがないよう、ぜひチャンネル登録をお願いします。それでは始めていきましょう。まずは串打ちからです。ここであれ？うなぎさばいてないんですか？って思われますよね。そうなんです。当店はうなぎ専門店ではないので、うなぎはさばいた状態でもらっています。ただね、私自身過去にヤツメウナギなどをさばいていたので、うなぎをさばくことには大変興味があります。なのでね、来年にでも一度さばいてみようかなと思っております。その時はね、動画にあげますので、ぜひ見てくださいね。この串打ち、簡単そうに見えるかもしれませんが、めちゃくちゃ難しいんです。まず、この串がですね、皮に引っかかって中に入っていかないんですよね。身と皮の間にちょうど通すような感じなんですけども、これを習得するまでに15年かかりました。とはいえね、うなぎ職人の方から言わせれば、まだまだって言われるかもしれないんですけども、私なりにですね、試行錯誤をし、なんとかね、商品できるようなレベルまではなったかなと思っております。昔はね、この仕込みほんと嫌いだったんですよ。先輩からやれって言われて、時間はかかるし、手は痛いし、もう下手くそだから、竹串がこの指に刺さるんですよね。この刺さると雑菌が入って、めっちゃくちゃ指が腫れるんですよ。これが嫌でしょうがなかったです。それぐらいほんと嫌だったんですけれども、いつの日かね、楽しむようになったらうまくいくようになりましたね。だから僕は店の子たちにこういう風に言ってるんです。うなぎの串打ちは苦手意識を持たず楽しむようにやれと。そのように思えばすぐに上達できます。はい、串打ちが終わりましたら、スチームコンベクションでちゃちゃっと10分ほど蒸していきます。次へ参りましょう。はい、蒸し上がったものを次は焼いていきます。うなぎ職人の間ではこんな格言がありまして、串打ち3年、先8年、焼き一生。なんとなく意味わかります？要するにですね、うなぎの串打ちをマスターするまでには3年、さばけるようになるまでは8年、そして焼きの技術を習得するには一生かかるというわけですね。焼き一生ってすごい考えですよね。終わりないんかいって思いません？ストイックすぎますよね。ただここにうなぎのうまさを追求する職人の真髄があると思うんですよね。我々は本格的な炭火焼きではなく、このサラマンダーという焼き台でやっているので、そんな生意気なことは言えないのですが、それでもですね、我々も長いことうなぎを焼いているとですね、そのうなぎによって個体差があるので、焼き方がちょっと違うんですよね。大きさが違うものだったり、また厚みが違うものだったり、それからですね、油の乗りが違かったり、こうしたことによって、そのタレをくぐす一つにしても、タレの乗りが悪かったりするんですよね。タレの乗りが悪いと、一度漬けで焼くのか、二度漬けで焼くのか、そういったものも変わってきますし、ここもすべて目利きが必要になります。配置する場所によっても、焼き加減が違いますし、やっぱりムラができちゃうわけですよ。そういった意味で、焼き物をするときは目を離さずに、その焼き加減をずっと見定めるところが必要になります。つまり、焼き物というのはオーソドックスにいかないよと、状況判断が必要だよということで、おそらく焼きは一生という意味なんだと思います。
まあその食材に対してベストな焼き方をしろというのはうなぎに限らずなんですけどね、すべての料理に言えることだと思います。と、かっこよくまとめてみました。はい、とそんな話をしている間にどんどん焼けていきます。こう見ていただくとわかると思うんですけど、こう配置する場所によって焼き加減が違うのわかります？うちの焼き台が年季入ってるっていうのももちろんあるんですけども、やはりこの端っこの方がですね、焼きが甘いんですよね。火が弱いので、なかなか焦げ目がつきません。なのでこういったのも置き場を変えたりしてローテンションをしています。それでタレにくぐらす作業も、本来は二度漬けするところを三度漬けにしたり、その状況に応じて変化をつけています。もうこれなんか見た目はほぼ完成なんですけどね。もう少し念入りにやっていきたいと思います。なんかですね、ふと今自分がこう喋っていたものを聞き直してみたんですけれども、自分ってそんなに口うるさくないと思っていたんですけども、だいぶ口うるさく細かいこと言ってますね。それだけより良いものを作ろうという考えなんでしょうけれども、自分が後輩だったら細けえしうるせえなこのクソじじいはって思っちゃいそうだなと思って感じました。それだけ年を取ったということですね。はい、そんなどうでもいい話は置いといて、これでいよいよ完成になりますね。どうです？焼き色はですね、ちょっとついたかな、ちょっと焦がしすぎたかなぐらいが実はちょうどいいんですよね。これもね、うちの店は何度も試しました。初めはこんなに焦げ目つけてなかったんですよ。つけてないとですね、それはそれで美味しさが伝わらないというか、やはり焦げもですね、調味料のうちなんて料理の世界では言われていますから、多少はね、焦げ目がついた方が見た目も味も美味しく感じるはずです。これを繰り返してね、お客様からいろいろダメ出しをされながら、ダメ出しという名の愛の無知ですけれどもね、をいただきながら、より良いうなぎが完成したというわけです。ちなみにうちは当然ですが、うなぎ専門店ではないので、オーダーが入ってからさばいて、蒸して、焼くなどはしません。もう焼いて、かば焼きにした状態ですぐ急速冷凍機に入れて保存しておきます。これでも十分に美味しいと自信を持って言えます。はい。では本日も私の新しい相棒、このルミックス S9 を使って最後、うな重の盛り付けを動画にしていきたいと思います。見てください。この驚異の手ぶれ補正を。さあ、ラスト、うな重を盛り付けていきましょう。今盛り付けているうな重と、当店では大人気のひつまぶし、この2つのメニューを店内で提供しております。テイクアウトではうなぎ弁当、そしてうなぎのかば焼き、そして当店オリジナルの手まりうなぎという商品、これらの3つをテイクアウト、また全国発送を行っております。そうですね、今後登録者が500人を超えたぐらいで、このうなぎ弁当各種を販売していきたいなと思っておりますので、よかったら皆様ご注文をしてみてください。ふるさと納税の返礼品としても行っておりますので、こちらもね、今後ご案内していきたいなと考えております。はい、というわけでね、このチャンネルを開設して1年になりますが、なんとか無事継続することができました。1月に初投稿をして、ほんと右も左もわからない状態で始めて、やりながらね、これはいい、これは悪いって思いながらやりました。失敗もいっぱいしてきました。削除した動画もいっぱいあります。日々の仕込みをですね、動画にしたいなと思ったのがきっかけでして、本当些細な気持ちから始めたんですけれども、うまくいかないことが続いて心が折れそうになったことも多々ありましたが、皆様からのね、いいねや、そしてコメントなどいただいて、それが本当励みになって1年運営してこれたんだなと思っております。本当に感謝しております。
来年もね、マイペースになるんですけれども、継続して動画の投稿を頑張っていけたらなと思っておりますので、皆様今後ともよろしくお願いいたします。はい、それでは本日の仕込みは以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。うーわっす。